こんにちは。はい、大川祐介です。今日はですね、京都のオフィスツアーをやっていきたいと思います。最初引っ越してきた時はまず半年間ぐらいコワーキングスペースにいたんですけど、やっぱりちょっとオフィス構えようということで、はい、今日町屋です。な感じで初めてオフィスツアーしていきたいと思います。どうぞ。じゃーんと、こちらがそもそもどういう物件なの？どういう物件ですか？京都でさ、有名な、うん。その八瀬っていう会社、あ、そうなんだ。決め手どこだったっけ？まあほんといろいろっすよ。コストもそうだし、まあ広すぎないもそうだし、まあ狭すぎないもそうだけど、確かにね。とか、あとまあフロア分けてるとか、確かに。町屋でそうだね。平屋って意外とね、2階建てじゃなかったですけど。確かに。なんか俺的には、まあそう、うちの話をすると、基本的に僕のこのね、YouTube のその制作と、あとは動画とかで公開していないような、制作、ウェブ広告とかの制作の事業と、あとはイメージングラウンド Q というね、まあ、ハードウェアとか、アプリケーションとかを開発してるんですね。で、基本的に僕撮影があるんで、ちゃんとこのオフィスとしての、まあ、みんながコミュニケーションを取る場所と収録の部屋を分けたかったっていうね、ところが大きいので、一応ここ上にあって、まあ後でお見せするんですけども。で、ここ下。まあ一回パーッと見ておきましょうか、ここ。そうなんですよ。ここね、庭園があるんですよ。これも良かったよね、やっぱり。なんかここでさ、誰かね、お客さん呼んでミーティングするみたいなところも、なんか合わせて庭園見れるしね。っていう感じで選んだと。なんか普段どういう風に仕事してるのかってさ、あんまり見せてないと思わない？俺の YouTube で。機材とかさ、スタジオツアーみたいな。だから、まあそういった仕事の話とかも含めて最初にね、スタジオを見ていきましょう。こんな感じでね、ちょっと、ここが手すりないんで、ちょっと落ちる怖さがね、少しあるんですよ。僕の YouTube 初披露です。構図以外ね。構図のこっち側以外は。じゃーん。こちらね、ちゃんと立てないんですよ。これが決め手です。いや、決め手じゃないでしょ。いや、マジで。でしょ。まあでも、これが、俺的にはね、やっぱりここを決めたのは、その背景、やっぱレビューをするにしてもさ、背景があるじゃん。そこで、ちゃんとこの和の雰囲気があって、自分らしくいられるかっていうのが大事だったんですよ。だから、もうめっちゃいいじゃん。レアじゃん、この構図って。徐々にさ、この小さくなっていく。これ立てないからね。で、めっちゃいいじゃんって選んだんだけど、すっごい使いづらい。このスタジオ、めちゃくちゃ使いづらい。だって立てないんだもん、ちゃんと。っていうちょっと欠陥はあるんだけど、まあ、基本的にはここで、はい、こういう感じで、カメラ、正面。これカメラのね、セットアップ見せることもあんまないんで、結構ね、面白いんじゃないかと思いますよ。これ正面。まあ今はね、カメラちょくちょく変えたりしてるんだけど、今このカメラが富士フィルムで今撮ってて、正面ブラックマジック 6K で俯瞰が 6K プロで照明焚いてテーブル、いつもの構図です。はい、になってます。この部屋の機能としてはさ、もう撮影と昼寝スペースだよね。よりはあんまりここで作業とかしないけど、唯一するとしたら昼寝だもんね。だし最近そうこの照明結構編集とかって、まあ、今エディターさんにお願いすることが多いんだけど、カラーグレーディング、カラー調整が日によって異なるっていう。だから、もう太陽を入れたくないっていうマインドなんですよ。このスタジオ撮影の時はね。だから、今これ、空いてるから明るいんだけど、ちょっとね、あんまり綺麗じゃないんだけどさ、一応こういう風に遮光して、もう電気消すと何も見えないの。だから昼寝も気持ちよくできるっていう。そういう良さがありますね。まあ今ちょっと換気中なんで開けてるんですけど。そう。とにかく光をシャッとするってことは、まあこういう風にね、照明今作ってて、ナンライトを使ってるんだけれども、これ単体だけだと光があんまりソフトにならなくて、だから二重でこういう風にディフューザーつけて、もっとソフトにして柔らかい光を作り出してると。で、これ太陽の光入れちゃうと変わるんだよね。なんか全然なんか自分が光をコントロールできてない感じがして嫌なので、基本的にはシャッとしてるという感じですね。はい。で、
一応ここのスペースに何もないのは正面映った時にあんま見えないんで、だからこだわりのインテリアっていうのは数少ない洗練されたインテリアは一応サイドに置いてるという感じですね。ここに僕の機材スーツケースとイサム・ノグチさんの照明とバタフライスツール、そしてApple Vision Pro飾ってます。インテリアではこんぐらいだよね。基本的には何も入れてない。なんか、これちょっとより共感できると思うけどさ、僕たちこのオフィスに来るまでに一番最初は下北沢の新大田だっけなのいおりのマンションの一室からトランスインクってのが始まりました。そこから新宿、いわゆるもっとね都会でオフィス構えたいって新宿のバスタ横のオフィスで、うわ全然サイズ足りんっつって、お台場の4階、これ何坪っていうの、何平米だった？ 120平米、はい、35、6坪。とにかくめちゃくちゃでかい、オフィス行って、ちょっとなんか撮影もいい感じにしたいから7階も借りたいっつって同じぐらいの予算で4階7階一緒に借りて、固定費もバカ高くて、でお台場を解約して新宿にちょっと行ったりとか、またで僕たちが引っ越してきて、かなりミニマルな環境。これ何が言いたいかっていうと、いろいろとその合理非合理含めていろんなもの買っていろんなお金の使い方をして、でも今まとまってると、こういう形に。だから買うものっていうのは基本的には最小限で最大化したいという思いで物を選んでます。やっぱ意識してんのは、なんか自然となんか日本を代表するデザイナーさんのプロダクトがマジでまとわりついてるよね。そうだね。全部その日本を代表するデザイナーさん、この服もね一世三宅さんだし、もうなんかそういうものが多いよねってのは思いますね。数少ないとこで言うと、ドメスティックなものがはい真のグローバルだと。そうですね。はい、もう本当にそう思います。なんかこれは京都にそうだね、引っ越すっていう決定をしたのもさ、ロサンゼルスに会社メンバー全員で行って、で、今やってるねそのイメージングブランドとかの事業に集中している時に、なんかその本当の意味で日本を理解しておくってことが海外に対しても大きなプレゼンスを発揮するというふうに気づいたから京都行きを決めたよねって感じです。はい。でですね、基本的にこれレビューをするんだけれども、全部これスイッチポットで管理してて、カメラもつながってるので、これをオンにするともう電源が入ってすぐに撮影できるという体制にしてるという感じです。ちょっと最近運用変えたからね、このモニターとかは今つけなきゃいけないんだけど、これでもう本当に撮影しようと思ったら即座に撮影できるように準備してるっていうね。あんまりいおりはここら辺まで知らなかったんじゃない？知らなかった。もう本当にやっぱさ、そう YouTube だけがメインの仕事じゃないから、いかにこの撮影を効率的にやるかってのが大事なんですよ。なのでもう電源つけたらもうすぐ撮れるっていう状態で、フォーカスも合ってるし明るさも合ってるんで、さっき言ったように光もさ変わんないでしょ。だから編集でカラーグレーディングとかあんまり意識しなくていいんだよね。これが一応いつもの構図です。一応今ねこれ撮ってる富士フィルムが一応ショーツ用のカメラにもなってるって感じ。一つのカメラで最近ショーツね TikTok とかちゃんとその日本版のアカウントとグローバル用のアカウント分けていて毎日投稿してるんですよ。そのぐらい効率的にちゃんといい情報を届けるために撮影セットアップっていうのはかなりシンプルに作ってるっていうのが一応状況になってます。でマイクも一応上から当てて撮るだけですかね。これ YouTube のレビューとかそういったお仕事とかを見てると思うんですけど、実は公表していないそのプロダクション映像制作の授業とかも結構あって、最近でユニークなところで言うとスマホ系ってやっぱテクノロジーとしてもすごく素晴らしいし、動画とか写真とかのクオリティも一眼ミラーレスのね引けを取らないクオリティに発達してるということでかなり使ってます。でちょっとあんまりお伝えできないんですけれども、大手スマホメーカーの、TikTok とか Instagram とかのアカウントの、制作ですね。制作をしたりとか、下にあるねバルミューダさんとかのウェブ広告とか、あんまり公開してないんですけれども、そういった制作もやってます。
もしよければ概要欄にね、プロダクションのリンクがあるので見てみてください。で、一応ここが押し入れになってると。なので、ここでいろんな機材とかを収納しているという、かなり小さいスペースです。本当に一番の懸念は直立できないっていうところですね。はい。そこだけはちょっと改善したいなと思ってます。下行きましょう。できないだろう。行きましょう。はい。基本的には、ここで僕たちは普段仕事をしております。あそこが、そうですね、さっき動画の裏側で喋ってたのが、弊社の代表の安藤くんです。ちょっと、久しぶりです。いいよ。同じ笑い起きてるよ。はい。自分が勝手に笑ってるだけだけど、っていう感じで、安藤くんです。で、このオフィスでは基本的に僕ら2人が常駐していて、今カメラを持ってくれる子だったりとか、エディターさんとかがちょくちょく来るって感じだね、最近ね。はい。はい。って感じです。で、普段は、こんな感じで、僕ここで作業することが結構多いんだけど、このテーブルでね、ここで安藤君とこうやって会話しながら、今向き合ってるQ の事業についてのディスカッションだったり、あとはコンテンツとか、全般話している感じです。じゃあ、はい、ちょっとこっち見ていただいて、はい。なかなかね、この、スタートアップ経営者のデスクなんて見ることないんで、レアですね。これは何ですか？これは Q のカメラの、モックですね。はい。はい。諦めてないんですね。らしいです。なんでらしいんだよ。で、ここで普段、どんな業務をされてるか聞いてもいいですか？もう全部っすね。全部。はい。そうだよね。何でもかんでも。確かに。今 Q の、アプリケーションの、基本的にアプリケーションハードウェアの全体的な進行管理もそうだし、ちょっとデザインとかもやったり、デザインもやるし、資料も作るし、ほんと全般、何でも。ですね。なるほどです。このテーブルの中で一番気に入ってるものは何ですか？一番気に入ってるもの。ちなみにテイク2です。一回カメラやらかして止まってますんで、テイク2です。一番気に入ってるものは、やっぱこれじゃないですか。やっぱこれ変えてきた。これテイク2変えてきた。これとこれとこれじゃないですか。めちゃくちゃトゥーマッチになった。めっちゃトゥーマッチだった。ちなみにテイク1はこれで、やっぱりね、僕が説明するとノイキャンがないから有線だから長時間ねがっつり集中するっていう時にはいいという話を聞きました。はい。ね、確かにおっしゃる通りだね。はい、そうです。で、リカルデントはもうねずーっとこれは僕はもう小6ぐらいから食べ続けてますね。このリカルデントのグレープは。もうもらい続けてますもん。はい。食い続けてます。これは。で、匂いのやつは確かにこの安藤君すげえやってますけど。このノーズミント、これでヤードムだっけ、向こうの名前だと。タイ。タイ。タイに運び屋のバイトで行った時に買ったやつ。なんか怪しいぞ。学生時だぞ。大学1年か2年の時に、そう段ボールを運ぶっていう仕事を一人ないから普通にユニフォーム系の仕事なちゃんとした健全な仕事をアルバイトでしてて、怪しい仕事じゃないんですけど、だからね会社設立する前にね本当にいろんな経験をしたって感じですね。そうですね、僕たちも会社設立して7期目じゃないですか。いや振り返るんだったらどう思いますか？この7年間。7年間あっという間ですね。あっという間だよね。駆け抜けたんで。だって僕たちはね出会いとしては大学1年生の時にね、新入生生活セミナーそんな生活指導みたいなやつない新入生セミナーで初めましてして、そこからね大学の友人として一緒に遊んだりしてて、で企業ゼミにね属した結果アントレプレナーシップとかね一緒に休学して会社設立して7期目と諦めずにチャレンジしているという感じで、でもあれですよね、いろんな失敗も得て、このオフィスでね、かなりシンプルにね小さくまとまってるのも、ある意味今までの失敗から得てね、やっぱね、今までの失敗が得て今があるってのは大きいですね。
そうですね。はい。じゃん。こちらが一応記念すべき、もうボッコボコになってるんですけど、10万登録と。チャンネル登録が全然伸びません。一向に。最近伸びてるけどね。でもやっぱりこれはね、なんでだと思います？結構さ、やっぱ勢いある人はさ、これ10万からさドーンってどんどんいくじゃん。けど今ね、17万人ぐらいなので、どう思いますか？評価するならば。いや、もう大事にしてることがいっぱいあるからじゃないですか。深いな。そうなんだよ。こだわるとさ、やっぱ。でもやっぱりこだわってるからこそ、特定領域でね、しっかりとその、お仕事させていただいてるっていうのが大きいですね。はい。こちらが一応キッチンです。はい。ここでね、料理とかして、いつもね、みんなに、食べていただきたいところなんですが、はい。自炊はしませんということで。こちらが、テスラのサイバートラックと今回光明寺のコラボの時にテスラさんからもらったものですね。こんな感じちょっといろいろと本とかもあるんですけど。で、ここはあんまりね、こだわりがない場所です。はい。で、こちらがマーシャルとなっております。これかなりいいよね。うん。やっぱ音の質、クオリティ的にも大好き。ということで。ここら辺はもう本当にコーヒー作る時にちょっと水場使ったりとかぐらいなので、ほぼないよね、ここで。コーヒー飲みたいですか？わかりました。作りましょう。ということで、次にこちらが、結構数少ない購入したテーブルと、これ独特なんですよ。こういう風にしまうことができるので、多分お茶専用のテーブルなんだけれども、こういう風に、コーヒーとか、一応お茶飲むことができるんだけれども、こういうセットアップになっています。で、実はですね、今回これ、フレアさんからですね、ご提供していただいてまして、両谷高島さん、皆さんご存知かと思うんですけど、彼のスタジオに行った時にもあって、一目惚れして提供していただきました。こういう風に、エスプレッソをですね、手軽に入れることができるという製品をですね、使って毎日ここでコーヒーを飲んでます。コーヒーの良さって、自分が本当にたしなむっていうだけじゃなくて、安藤君とかね、クリエイターに飲んでもらったりとか、そういうシェアできる良さが僕はあると思って、こういう風にセットアップを、はい、作っております。なので、カメラではない、テクノロジーではない、違ったガジェットっていう意味で、僕はすごくね、ハマってるんですけど、ちょっと作りますか。どうですか、安藤君、このコーヒーマシーンが来てからの生活は。いや、もう僕は今ユうスケがすっごいハマってくれてるから、スペシャリティコーヒーが毎日飲めて最高です。本当ですか？はい。嬉しいな、なんか。これがユうスケが飽きた時負の遺産になるんで。いや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 、でもね、どうだろう。コーヒー飲むじゃん。飲む。基本的に俺ら。飲む。別に家で気軽に飲むか、作るかじゃん。もう家で俺は飲む選択しないな。外でしょ？外。だから基本的にコーヒーってなんかもうインフラなんだよね。だから、作るっしょ。豆がやっぱ変数になるし、豆変えると引き方と入れ方が変わるし、でオーツミルクにしたりなんか普通のミルクにしたりとか、っていうなんか組み合わせが無数にあるからある程度楽しめそうだなと思う。まさにおっしゃる通り、本当になんか 1g 変わるだけで全然違うんだよね。それが本当に深い。でもなんだろうな、やっぱり結構ガジェットとかさ、カメラとか好きな人ってコーヒーも好きだよね。なんでだと思う？なんでだろうね。好きな人でも多いよね。なんなんだろうね。やっぱちょっと男って感じなんじゃない？確かになんか男女比で言うと男性の方が多そうな感じはするね。だし、なんかアメリカのカルチャーな気がしちゃうけどな。カメラ、キャンプ、コーヒーみたいな。確かにね、広がったのはでもアメリカとかそういった影響あるかもね。ヨーロッパとかが最初だと思うけど。で、もう本当に簡単。ここにお湯入れて、でも抽出するだけ。簡単ですよ。で、最初気圧が2から3ぐらいで蒸らすと。10秒ぐらい蒸らして、あとは気圧5から10の間で
絞る。するとめちゃくちゃ濃厚なエスプレッソができるんですよ。で、ちなみにね、今ミルクフォームを買ってるんですけど、入荷待ちということで、ラテもね、今後はできるんじゃないかと。見てください、これ。やばくないですか？このクレマ。これが家で簡単にできちゃうんですよ。虫チェック。いないと分かったら、ここで。うますぎる。やばい。ちょっとこっちから見てください。この景色がいいんですよ、また。青空が本当に綺麗で。ここでな、俺らの夢はな、サウナつくんだよな。そう。いや、授業整えてからにしろっつって。これ怒られる？いや別にいいんじゃない？はい、って感じで。皆さんいかがでしたでしょうか？今回はですね、この京都のオフィス、スタジオをですね、初めて皆さんにお届けしました。最近ね、ルームツアーとかいろんなクリエイターさんのね、裏側を見て回ることが多いんですけど、ちゃんとね、自分のそのオフィスもお見せしたということで、もしね、ルームツアーしてほしいという方がいたら、コメントで教えてください。はい。てな感じで、なんかありますか？なんか採用とか、何かしらとかあるかな？今。京都に住んでる、うん、確かに。僕たち今ね、京都なんで、やっぱ京都に住んでいる、今カメラ持ってるね、ゆうすけくんも京都だし。みたいになんかそうね、一緒にお仕事できるような。できそうな。一応、なんかエンジニアの方とか、アプリケーション、Swift使えるエンジニアさんとか。iOS エンジニアでも良いですし、アプリのデザインやりたい人でもいいですし、てか基本的になんか別にそんな経験仮になかったとしても、チームメンバーがみんな優秀なんで、どんな方がいるんですか、チームメンバーには。まずもともとノート社で iOS のアプリの立ち上げやって、今年長にいるiOS エンジニアさんと、はい、であとは僕と同い1個下のもともと家族アルバム系のアプリのデザインやってたデザイナーさん、とにかく優秀なね、人たちがいっぱい働いてると。あとね、デザイン面でも元キャノンのデザイナーさんだったりとか、あとハードの方はね、ハードもパナソニックの大手ではい、働いてた方とかいっぱいいますので、はい、ぜひご連絡ください。そんな感じでルームツアーは以上となります。ありがとうございました。